どうも、刺身です。タイトルからわかるように、本日はバージョン 2.0 時点での、汎用チャーク装備を紹介します。持っているお守りによって装備に多少の違いは出ると思いますが、スキル構成や便利な防具など参考にしていってください。ではまず5つ目。カウンター超高出力型装備です。本作屈指の高火力技、反撃 GP からの超高出力のダメージを最大限追求した装備になっています。瓶の爆発ダメージがメインになるため、会心率や切れ味を捨てて物理火力に特化しています。アップデートで武器がいくつか追加されましたが、このコンセプトであれば未だに混合順普通、これが一強です。お守りに関しては中スロット3つ分相当のものがあれば、同じスキルが組めると思います。スキル逆襲についてですが、これは装飾品単品で発動しているものなので、お好みのスキルに調整してください。この装備の強みとしては、とにかく最大火力が高いところにあります。うまくいけば一撃1500相当のダメージを連発することができますから、理論値は最強です。逆にデメリットとしては、超高出力を積極的に打たないと火力が出ないという点です。瓶のダメージに依存していますので、連続攻撃で反撃しにくい相手や、カウンターの狙いにくいマルチ、胴体が地面に接地しておらず、瓶が当てにくいモンスターなどには、火力を出すことができません。ソロ専用かつ、モンスターの行動を熟知している、玄人向けのテンプレとなっております。主も作ったはいいものの、追加モンスターの行動になれず、装備ボックスで眠らせています。使いこなせれば非常に強力な装備ですが、作成の優先度は低めです。続いて2つ目の装備。斧強化特化型。ナルガチャークの高い会心率を活かして、斧状態でとにかく切りまくる装備。さっきのカウンター型とは対照的に、瓶のダメージを捨てて斬撃の威力を極限まで高めているよ。そのためスキルも非常に汎用性が高く、他の剣士武器でも使い回せるものばかり。ただお守りの要求は少し高く、アプで前に金玉周回をやっていた人には手の届く性能だと思うけど、そうでない人には厳しいかも。ただ攻撃を6に落とせば中スロットが2つあるお守りで代用可能。同じような装備は問題なく組めると思います。この装備の強みはとにかく定点火力が高いこと、モンスターがダウン中に出せる火力発凄まじく、また、そのダウン中に榴弾瓶のスタンも取れるため、さらにダウンを取ることができます。またカウンターに依存する必要もないため、モンスターを拘束しやすく定点火力が求められるマルチで活躍できます。デメリットとしては、レアな防具を用いてないので防御が手薄であること。またソロ打倒の強化での立ち回りは隙も大きく、対峙するモンスターを選びます。弱点が狙いにくかったり、肉質が硬いモンスター相手は、瓶のダメージが低いこともあり、ダメージが出せなくなります。そして最大のデメリットがその作成難易度です。装飾品をフル活用している装備なので、不足しがちな瑠璃原種を大量に消費するほか、脱芸種の要求素材がかなり厄介です。気合を入れて作りましょう。そして3つ目の装備。アックスホッパー型。ネタに思われがちですが、意外と強いアックスホッパー。ただカウンターチャージを使えないため、砲弾装填などのスキルを補う必要が。そこでスキルの自由度を上げるため、武器はデフォルトで高い性能を誇る豪順吹き虎を選択。会心スキルやドンキ使いを積む必要がないため、強化持続やかけり虫使いにスロットを割くことが可能。前者2つの装備と比べると火力こそ落ちますが、快適にアックスホッパーを連打することが可能。非常に痛快な装備です。お守りにかけり虫使い3の中スロット2つと、そこそこの要求ですが、武器のマイナス会心を消すためにはめている、通撃種を入れ替えれば、同じような構成が組めると思います。また今回はテンプレ装備として紹介してますが、この装備の必須スキルは攻撃7と砲弾装填2、砲術3のみです。他は自由枠ですのでそれぞれのアックスホッパーを完成させましょう。この装備の強みはとにかく楽しいこと、カウンターなど難しいこと考えずに、アックスホッパーからの超高ぶっぱで、脳汁を飛ばしまくります。モンスターのモーションとかいちいち覚えずとも、やりたいことができるので、慣れてない相手や、マルチでワイワイやりたい時に担いでます。デメリットとしては貧弱すぎる雷耐性、陣王がなんかは相手してはいけません。
また借り慣れた相手には前者2つの装備の方が火力が出ますので、玄人には好まれないかもしれません。ただチャーク初心者の方には一番おすすめできる装備になっていると思います。はい、テンプレ装備紹介、いかがだったでしょうか。今後もチャーク中心に装備紹介やっていきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、お刺身動画や方がお送りしました。